ねえねえ、すみれ、最近、ドラクエの話題でなんかすごいことになってるみたいだけど、何があったの？そうね、葵。最近、ドラゴンクエストに関する大きな話題が出てきたのよ。特に、ドラクエの検閲問題について、ゲームデザイナーで、ドラゴンクエストの生みの親である堀井雄二さんと漫画家の鳥山明さんの元担当編集者で、鳥山明さんを見出した人である鳥島和彦さんが言及したことが注目されているんだよ。ドラクエが検閲されてるの？それってどういうことなの？そうね、この話題は、デーファミ公式チャンネルのデーファミの幕張から生配信、ゲームクリエイターズトーク特番、With 有望&マシリとのこそこそ放送局、Day2 という番組で取り上げられたのよ。その番組で何があったの？その番組で、堀井雄二さんと鳥島和彦さんがドラクエについて語っていて、その中でドラゴンクエスト3、HD2 版の検閲問題について言及したのよ。これが今、海外でも大きな話題になっているんだよ。へえ、そうなんだ。でも、検閲問題って具体的にどんなことなの？まず、ドラゴンクエスト3、HD2D リメイクでは、プロタゴニストとサブクラスから性別が削除されたことが問題になっているのよ。性別が削除されたってどういうことなの？そうね、元々のドラクエ3では主人公は男性しかいなかったんだけど、以前のリメイク版で男性と女性を選べるようになったの。でも今回の HD2D 版では、その性別がタイプ A、タイプ B としてリストされているんだよ。なんで性別をタイプ A とか B にしちゃったの？それって変じゃない？そうなのよ。しかも、声優はそれぞれ男性と女性。檜山信之と皆口優子が演じているのに、生物学的性別が削除されているのよ。これについては多くの人が疑問を感じているわ。確かに不思議だね。でも、それだけじゃないんでしょ？そうよ、葵。もう一つ大きな問題があるの。スクエアエニックスがドラゴンクエストの象徴的なデザインを検閲したようなのよ。象徴的なデザインを検閲？それってどういうこと？具体的には、スクエには近日発売予定のドラゴンクエスト3、HD2D の女性戦士のデザインを修正したのよ。元々の象徴的な鎧に2つの部位が追加され、太ももをより多くカバーするようになったんだよ。でも、そんなに大きな変更なの？そうね、オリジナル版と今回の検閲版と言われているものを比較すると、上半身と下半身に布が追加されているのが確認でき、これについては様々な議論があって、特にデザインとしてどうなのかという意見が多かったのよ。なるほど。でも、他のキャラクターも変わったの？そうなのよ。例えば、女遊び人はハイレグじゃなくなったり、マーニャというキャラクターにもスパッツを履かせたりしているの。ただ、これらの変更について、普通に可愛くないという意見もあるみたいね。検閲以前にデザインとしての魅力が失われているという指摘もあるのよ。そうなんだ。でも、なんでそんな変更をしたの？この変更は近年より厳格になってきている日本のセロレーティングに合わせるために行われた可能性が高いと言われているわ。セロレーティング？それって何？セロレーティングはコンピュータエンターテインメントレーティング機構が2002年10月1日から開始しているゲームソフトの表現内容によりゲームの対象年齢を決める基準のことよ。でも、実はこの説明には疑問もあるの。どういうこと？実は、これらのゲームはすべて、ここ数年日本市場向けではなくアメリカ市場向けに作られているんだよ。つまり、日本のセロレーティングは関係ないんじゃないかという指摘があるの。じゃあ、日本のゲームなのにアメリカ向けに作ってるってこと？そうなのよ。これが堀井雄二さんと鳥島和彦さんが不満を言っている理由の一つなんだよ。日本人が作った日本のゲームなのに、アメリカの規制に従わなければならないという現状があるのよ。なんだかモヤモヤするね。そうね。特に鳥島和彦さんは率直に意見を述べる人として知られているんだけど、今回のこの件に関しても、かなりズバズバと問題点を指摘しているのよ。鳥島和彦さんはどんなことを言ってるの？あとすごい話題になってたそのコスチュームとか当時とそのままなのかどうなのかみたいなのがありましたよね。またまあね、いろいろ規制もあってね、露出してきちゃいけないとかね。そこを、ちょっとあんまり深掘りする気はないんですけど、いいのにだってフィクションだけどその中に主人公というあなたが入って冒険するっていうことでいいじゃないと思うんですけど、違うんですかね。なんですかね。よくわかんないですけどね、これについてはね。ゲームだし、フィクションという自分の中のバーチャル体験でのノンフィクションだから楽しくければいいのにっていう。
ふうに思っちゃいますけどね。あんまり露出するとね年齢が上がっちゃうっていうね、あー全年齢じゃなくなってしまうっていうのがあまあったりとか、ルールがやっぱなんか各国違ったりするんでね、うん広く売ろうと思うと一番厳しいところに合わせざるを得ないとか、でも当時そんなこと思わなかったですけどね。コンプラっていう名のねやっぱりねある種のねなんだろうな絶対心というべき善の名を借りた悪みたいなのがあるよね、全員が不快感を覚えないなんてことはないわけ。うんまあだって不快なことを覚えるどうこうでもいいわけよ。だって綺麗汚いとかさ善悪って人それぞれに感じ方があるわけじゃん。で物事はやっぱり根っこにあるのはやっぱり絶対やっちゃいけないことだけいくつかあってそれさえやらなきゃあとはいいじゃないって、そういうのがないわけよ。だからやっぱり英米の方から欧米の方から来てるその宗教的な概念から来るその正教徒の考え方ってアメリカにあるじゃない。彼らのコンプラの考え方って本当ね狭い。でだから向こうでコミックス出す時に全部その年齢で区切ってやらなきゃいけない。少年ジャンプの漫画だったら13アップ13歳以上じゃないと出せない。私は全部リテイク入れなきゃいけない。でそれを訴訟が起きるそのために保険も入らなきゃいけない。もうこんなねバカな国とねやるの本当めんどくさい。でそっから日本も悪影響を受けてやってるから、主人公もね男女選べるんだけど、男女選ぶって書いていけないのね、タイプ1タイプ2なのねねこれ男女誰が一体文句言うんだろうと思うんだけどそうね、分からないなんかと、鳥島和彦さんは多様性の観点から表現が難しくなっていることについて触れているのよ。また、露出規制や年齢制限の問題、欧米の宗教的概念から来る考え方の狭さについても言及しているのよ。うわ、いろんな問題が絡んでるんだね。でも、ゲームを作ってる人たちはどう思ってるの？ゲームの制作者たちは、ポリティカルコレクトネス、つまり政治的に正しいとされる考え方に基づく要求に応えることで、表現の自由が制限されていると感じているようなの。ポリティカルコレクトネス？難しい言葉だね。でも、表現の自由が制限されるのは良くないよね。そうね、葵。これは本当に難しい問題よ。特にドラゴンクエスト3が米国民向けなのか、日本向けではないという疑問も出てきているの。たとえ、日本人が作った日本のゲームだとしても、アメリカの規制に従わなければならない。それが今のスクエニのやり方だということなのよ。なんだか複雑だね。でも、この問題について海外の人たちはどう思ってるの？面白いことに、海外でも検閲側を擁護する声もあったんだけど、今回の堀井雄二さんと鳥島和彦さんの発言で、完全にはしごを外された状態になってしまったのよ。はしごを外された？どういうこと？つまり、検閲を支持していた人たちの主張が、ゲームの創造者たち自身によって否定されてしまったということよ。特にドラクエの生みの親である堀井雄二さんが、なぜこんなことになっているのかわからない、と思っているというのが分かっただけでも、今回の件は意義があったんじゃないかと思うわ。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。